人の怒りとは、かくも激しく燃え盛るもの。怒りを抑える。そんなことは至極当たり前。しかし、それができないからこそ、人間であるとも言えるのだろう。皆さんは大丈夫だろうか。最近、誰かに怒りをぶつけてはいないだろうか。おい、この書類どうなってんだ？誰が作りやがった？はい、私です。はあ？お前、どういうつもりだ？こんな書類をよく俺に見せれたなって言ってんだよ。こんなもん使えるか？でもそれは。はあ？それは？なんだ？言いたいことでもあんのか？それは正樹さんが。はあ？俺が？なんだ、その先を言ってみろ。いえ、自分のミスです。ああ、そうだ、お前のミスだ。てめえ人に責任を押し付けようとしてんじゃねえぞ。だく、本当に使えねえなお前。おいお前ら、仕事できねえやつはこの会社にはいらねえからな。家族、生活、そんなもん知ったこっちゃねえぞ。仕事ができないやつに払う金はねえからな。おい、お前も分かったらさっさと直してこい。はい、すいません。正樹の声は、社内に大きく轟いていた。この会社にとって、正樹が部下を怒鳴るのは、もはや日常でしかない。正樹は今日も怒鳴り続ける。朝も、昼も、夜も、彼にとって、怒鳴ることは立派な仕事だったのだ。はあ、今日も職場で派手にやってしまったな。今から家に帰るのか。気乗りしねえな。っていうか、そもそも俺がこんなにストレス溜まってんのは女房のせいなんだよ。やれ、帰ってくるのが遅いだの。もっと子供のことも考えろだの。何のために俺が働いてると思ってんだっつうの。お前らに飯食わすためだろうが。もっと亭主を敬えっての。思い出したらイライラしてきやがった。くそ。まあいいさ。明日もこのイライラを部下にぶつけまくってやる。怒鳴られるだけで給料出てるんだからな。なんだこの匂い。なんか不思議な匂いがするな。でもどこか心地いい。どこからだ？正樹は突如香ってきた不思議な匂いに吸い寄せられるように路地裏へと足を進めていった。あれ？なんだここ。いつの間に俺は入ってきたんだ？ようこそハオスでありーべ。さあ、どうぞこちらにおかけください。は？なんなんだあんたは。まあそう気を荒立てないで、こちらのハーブティーを飲んで落ち着いてください。はあ？まあいいか。ちょうど酔い覚ましが欲しかったところだ。不思議な香りと温かいハーブティーは男の心を鎮めるには十分な効果を発揮した。正樹が一息ついたところ、占い師は穏やかに話しかける。ここはハオスでありーべ。あなたがここを訪れたということは、何かしらの悩みがあるとお見受けいたします。よろしければ私がお伺いしますよ。普段の正樹ならこんなに怪しい人間を相手にはしない。だが香りとハーブティーのせいなのか、正樹は促されるままに占い師の問いかけに答え始める。悩みか。俺だって一生懸命頑張って仕事してんだ。なのに女房は文句ばっかり。それに部下たちだ。全然仕事ができない。本当は分かってんだよ。あんな怒鳴り方じゃダメだって。おかげで女房からも部下からも全く信頼されていない。俺はいつも一人さ。でもやめられないんだよ。まるで酒やタバコのように中毒になってるんだ。なぜ自分はこんなことを言っているんだ。そんな疑問を感じながらも正樹の口は止まらない。一通り話し終わった後、占い師は静かにあるものを取り出した。あなたの心中、心よりお察しします。さぞおつらかったんでしょうね。それではどうぞこちらを受け取りください。なんだこれ。
ネックレス？ええ。でもただのネックレスではありません。顔に近づけてごらんなさい。ん？ああ、この香りは。手渡されたネックレス。それは蛇に似たチャームがついている。こちらを睨みつけるような蛇の顔。しかし、不思議と嫌悪感はない。自分の顔にネックレスを近づける。すると、先ほどまで男を引きつけていた香りが強く広がった。これからはそのネックレスを肌身離さずをつけなさい。そして毎朝毎晩そのネックレスの香りを忘れずに眠りにつくのです。だけど決して外してはいけませんよ。はあ、でも俺今そんなにお金持ってないし。お代は結構ですよ。お代はすでにいただきました。あなたの経験した思い出、記憶。はあ、いいんですか。じゃあせっかくくれるってんだからいただきますよ。じゃあ。男は店を後にし、自宅のベッドで深い眠りについていた。Haus der Liebe。おはよう。おはようございます。ああ、どうした？こんな朝早く。これ、昨日の書類を書き直したものです。ああ、そういえばそうだったな。どれどれ。いいんじゃないか？よくできてると思うよ。よく頑張ったな。ありがとう。まさきさん、今なんて。え？俺何か今変なこと言ったか？いえ、ありがとうございます。部下が驚くのも無理はない。まさきの様子は昨日までとは明らかに違っている。いつものトゲトゲしいまさきの姿はそこにはなく、ただただ穏やかな一人の男の姿。叱責するのが癖になっているまさきの口からありがとうと感謝の言葉が出たのだ。あの人、急にどうしちゃったんだ？わからない。身内に何かあったのかもしれない。もしかして嫌味で言ってるとか？いや、あいつはそういう感じじゃないだろう。嫌味を言うくらいなら机を蹴り飛ばすようなやつだぞ。一体何があったんだ？その日の職場は今まで以上に混乱を極めた。聞こえてくるはずの怒声が聞こえてこない。しかし当の本人はそのことに全く気づいていなかった。ああ、心が穏やかだ。風呂上がりに冷たい水を一気飲みしたような爽やかな気分だ。もしかしてこのネックレスのおかげ？ああ、俺はなんて素晴らしいものを手に入れたんだ。いい香りだ。さあ、今日も頑張って仕事するか。それから1ヶ月、変わり果てたまさきに部下たちも次第に慣れ始めていた。穏やかになったまさきを歓迎する者さえ増えてきた。そして感謝されるまでになっているのだ。そう、あの事件が起こるまでは。まさきさん、大変です。どうした？これ見てください。なんだ？これは。見せられた書類には見たこともない数字が羅列されている。取引先の発注明細書。そこに記載されていたのは発注するはずもない量の商品の数々だ。おーい、この書類作ったのって誰かな？はい、僕ですけど、どうかしましたか？あのさ、これってどういうことかな？あれ？何か間違ってましたか？まさきは自分の中に起こった異変に初めて気がついた。この件は決して穏やかに対応して良いものではない。会社の経営を揺るがす大事件だ。だがまさきの中から言葉は出てこない。いや、出せないと言った方が正しい。なんだ？なんで言葉が出てこないんだ？くそ、待てよ。もしかしてこのネックレスのせいか？いや、まさかそんなこと。どうかしましたか？そんなはずない。だけど
こんなもの。正樹は首元のチェーンを握りしめ、そのまま力任せに引っ張った。するとネックレスが外れると同時に正樹の中である変化が起こったのだ。今までに感じたことのない怒り、言葉や感情が彼の胸元から濁流のように押し寄せた。この野郎、なんてことしてくれたんだ。何のことで？ふざけんじゃねえぞ。その薄汚れた目でこの書類に目を通してみろ。なんだこの発注書は。こんな請求会社で払えるわけないだろうが。お前のせいで会社が潰れるかもしれないんだぞ。そこのところ分かってるのか。申し訳ございません。謝って済む問題じゃねえんだよ。会社が潰れたらお前責任取れるのか。言ってみろ。すみません。本当にすみません。お前一人の責任だからな。お前が全部何とかしろ。足りない分は自腹で補填しろ。でもこんな金額払えるわけ。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞ。何でもして集めてこい。全部お前一人の責任だ。お前がこの会社を危険にさらしたんだ。嘘だろ。そんな。正樹の中のせき止められたダムに溜まり続けたものはその一瞬で全て外に放出され、あらゆるものを飲み込む濁流となって彼の周囲を蹂躙したのであった。そしてその日の夜、正直言い過ぎた気もするな。でもさすがにあれはバシッと言ってやらなきゃいけなかったし、まあ明日になったら多少はフォローしてやるか。ご発注は俺の素早い判断でギリギリうまく処理をしたからなんとか防げた。取引先にも謝罪もしたし、大事には至らなかったしな。やっとほっとしたぜ。言葉が出なかったのは本当にあのネックレスのせい。いやいや、そんなわけないよな。外すなって言われてたけど、まあ外れちまったもんは仕方ない。さてと、さっさと家に帰る。家路に着こうと路地裏を歩いていた時、正樹の視界は急にぼやけ始めた。今まで感じたことのない熱を背中から感じる。熱い体の中から何か熱いものを感じた。あれ、なんで俺倒れてるんだ。あんたのせいでケンジが。あれ、この人誰だ。ああ、そうだ。確かケンジの奥さんだったな。デスクの上の写真で見たっけ。あんたが悪いのよ。なんであんたのせいでケンジがいなくならなきゃいけないの。なんだこの人は何を言ってるんだ。あんなに追い詰めるなんて、あんたが悪いのよ。おかしいな。何か言ってる気がするんだけど、聞こえなくなってきた。視界もぼやけて、考えもまとまらん。おやおや、だからあれほど外さないようにと言ったのに、そのネックレスはお前の怒りを鎮めるものじゃない。そう、敵を遠ざけるもの。敵から身を守る蛇は周りを寄せつけない眼光を放つ。蛇はずっとお前を守っていたのに、そのうちにある怒りという敵から。だがうちにある怒りに身を任せた結果、飲み込まれてしまった。自業自得。ああ、かわいそうな人。でもお前にとってはこれが幸せだったのかもしれないな。さあ、今はゆっくりと眠れ。その身を滅ぼす怒りのない向こう側の世界。